今日はスーパーコピー業者が一番ビビってるやつらについて話していきます。皆さんこんにちは、こんばんは。今日はですね、スーパーコピー業者意外と超ビビってる連中について、話をしていこうと思っております。でそれが誰かというと、警察でも公安でも、政府の連中っていうわけではないんですよ。実はそれがデリバリー業者だったりするんですよね。中国のデリバリーっていうのはですね、日本みたいに食事だけを運んでくれるようなそういった業者さんではなくてですね、もちろん食事もあるんですけれども、いろんなものを運んでるんですよ。簡単に言うと、例えば日本のバイク便だったりっていうのを全部こうガッチャンコさせた上で A というところから B ところに、運んでいくという状況なんですよね。でそれが例えばお薬だったりとか、直近ね、私も風邪ひいたので薬欲しいなと思ったら薬局行くというよりかは、薬局から、自宅に届いてくれるというようなところになるんですよ。でなぜこのデリバリー業者、配達員の皆さんがですね、めちゃくちゃこう彼らを恐れているかというとですね、今中国で、路上販売だったりするわけないじゃないですか。ってなった時に SNS とか、あるいは別の何かの形で売らなきゃいけないっていうことになるんですよね。それは直接、WeChat だったりとか、あるいは知り合いの紹介だったりっていうことになるんですけども、その中で直接渡すっていうことはありえない話なんですよね。ってなった時に、どうしてもこの第一のステップで物流として考えた時に、このデリバリー業者が入ってくるわけなんですよ。でこれよくあることなんですけども、中国で最近いろんな犯罪が報道される前に、このデリバリー業者から通報されてるっていうことが多いんですよね。で例えばなんですけども、違法駐車ってあるじゃないですか。違法駐車に対していろんな対策を中国でも取られてきたんですけども、それが全く効果をなさなかった背景があったんですよね。ただ直近だと、その違法駐車に対して懸賞金制度っていうのも導入され始めたことによって、デリバリーのお兄ちゃんたちが副業として暇ある時に違法駐車の写真を撮ってアップロードして通報してる状況になるんですよ。でその通報の後に実際に、免許証だったりとか車の情報っていうところから保有者に対して、罰金だったりとか減点だったりっていうので反則が下されるようになったわけなんですよね。これに紐づいて直近だと、こういった事案だったりっていうのを中国政府が懸賞金をかけることによって、このデリバリー業者の人たちがめちゃくちゃ通報してくれるようになったわけなんですよね。でじゃあ具体的にどういう金額になるかっていうと、もちろん案件によって大きいちっちゃいっていうのはあるんですけども、ものによっては数千元って言われる、数万円単位のものがあったりっていうところと、もう本当に大きな事件とかになってくると数万元だったりとか数百万元っていう可能性もあったりするんですよね。つまり1回通報してそれが本当だったら2、3000万入ってくる話になるんですよ。それはね、デリバリーするよりかはちゃんとそういったところも副業的にチェックしていって、怪しいと思ったらその業者たちはどんどん通報していくと思うんですよね。それを踏まえて、この悪徳にも走ってるスーパーコピーを作ってる連中ら何をするかっていうことになると思うんですけども、おそらく直接も中国国内のそういった、物流だったりとかそういう、郵送っていうのを一切やめると思うんですよ。で代わりに、国際的なフリマアプリだったりっていうのを使って海外に流すっていうような話になってくると思うんですよね。でそれが多分直近で皆さんも知ってる通り、いろんなシーンだったりとかそういったアプリからいかにもちょっと焦げ臭いパチモノがぽいものっていうのを、2、3万で売られてたりとか、あるいは4、5万で売られてたりとかしますので、そういったものが徐々に世界中でも出てきているような状況になるんですよ。でここでですね、皆さんにも多分やっていないだろうなと思ってはいるんですけど、そういったものに対してもこのコピー商品を撲滅するっていう意味で言ったら絶対買っちゃダメです。興味本位があって、じゃあちょっとどういうものかとか、よく YouTube でも買ってみたらどうなのみたいな企画をやられてる方もいると思うんですけど、そのことを買うこと自体がこのスーパーコピーを延命させてることになるんですよね。なんで皆さん絶対に買わないでください。これらを踏まえてですね、私も個人的にちょっと思ったことを踏まえてですね、日本でもこのデリバリーっていうか、もう通報みたいなそういったものを検証かけた方がいいんじゃないかなというふうに思ったりするんですよね。昨今、いろんなね、犯罪っていうところも含めて、
やられてるね、不届き者がいっぱいいらっしゃると思うんですけども、こういったところっていうのはですね、必ずどこかで接点だったり、物流だったりとか、あるいは通信だったりっていうところと接点があるはずなんですよね。そういった検証制度を導入することによって、より早い段階で日本でも犯罪が未然に防がれるというようなことも、こういった実例をベースにですね、日本でも導入していけると、より安全な日本というのも、守られるんじゃないかなと思っております。はい、ということでですね、今日はですね、スーパーコピー業者がですね、実は恐れている最も恐ろしいのはデリバリー業者のお兄ちゃんたちという話でした。またこれからですね、改めて多分中国からいろんな経由してスーパーコピーが流れてくるという風な状況になると思いますので、このチャンネルを見ていただいている皆さんだけでもですね、しっかりと買わない、何があっても買わないということが撲滅につながるということを理解していただければ嬉しいです。またこの動画がですね、すごく良かったと思っていただけるのであれば、ぜひチャンネルフォローいただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。